こんにちは。最近はミッドレンジにハマっている春日部つむぎです。白黒緑、白青と3個作りましたが、一番最後にして一番強かった白青をまずご紹介します。青の一番の強みは何でしょう？そうだね。打ち消しだね。ここ通してたら大惨事になっていたので早速救われました。そして返しでブロッカーになる生物を立たせます。お相手党から包囲の子三兵、結局通されてしまいましたね。ここブロックでも全然いいんですが、投資で次のターンフォローをのタスで打ち取ることを想定して生物は立たせておいた方がいいと思いました。お相手は子三兵キャストから、さらに子三兵めっちゃ分回りますやん。お相手は子三兵部族デッキですかね。こちらはフォローをキャストします。マイナス2で包囲の子三兵を除去します。ここもブロックせずに投資で、結果的には婚礼の発表の方が良かったですね。フォローを渡すでいきます。国別が確定したので、次のターンフォローが残れば上振れします。地味にアタックを通していきましょう。4点入って残り13点。お相手5マナ目を置いて、そのまま3体でアタック。なんだろう、放浪王かな。放浪王が残るアタックなので、相手が何を構えていてもブロックはこうですね。救助レトリバーでしたか。攻めてる間はめちゃくちゃ強いカードですよね。こちらとしてはマナを倒してくれて助かりました。それではアディオス。一応言っておくと、コントロールではないので国別は1枚差しです。このデッキはコントロールではなくミッドレンジです。お相手はヨーティアの前線兵をキャストしてターン終了。あ、軍備放棄引いてきた。面倒だし打っちゃえ。2体でアタック。あとは聖域の番人をキャストして、はい、まず聖域の番人キャストするならアタック前にキャストして銀行破り乗りますよね。勝利が見えて雑になったことを認めます。しかも本当に軍備放棄使いたい相手キャストされるんですよね。銀行破りで1ドローしてターンをもらいます。今度は忘れずに聖域の番人をキャスト。聖域の番人が放浪王からカウンター取るのがおすすめです。ここでお相手投了。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。除去ないのは気になりますがキープで、農場労働者がいるとキック基準が大幅に悪くなるので非常に助かります。3ターン目は婚礼発表でほぼ確定なので銀行破りは最速で4ターン目に置いてドローになるはずです。なので農場労働者からです。裏目はお相手ベリアナからこちらが天使を引くことくらいかな。こちらは予定通り婚礼発表から。このアタックは投資かな。お相手墓地の侵入者をキャスト。こちらの動きが遅いので攻め立てられるのは嫌な感じですね。こちらは銀行破りをキャスト。これで見た目はお相手のアタックは止まります。お相手4マナ目を置きます。そのまま2体でアタック。ということは除去がありますね。ブロックするとドローもできないのでここは銀行破りはそのままで。とはいえシェオルを考えると顔を守っておきたいのでここはブロックしておきます。そしてやっぱりキャストされました。綺麗な動きですね。こちらは除去を引けずかなり苦しい。ここはしょうがない。ドランをキャストしましょう。最低限銀行破りのパイロットにはなります。お相手ベールのリリアナをキャスト。絶望将来が一番厳しいのでこれはギリギリセーフ。特に意味もなくここで登場してトークンを生贄に捧げます。さらにのど首狙い。あれ前のターン除去なかったのかな。そのまま3体でアタック。ぶっちゃけここはシェオル差し出してくれて助かりました。そしてハンドには黒タンに強い聖域の番人が2枚。これはまだ全然ありますね。ベリアナは落としておきましょう。そして聖域の番人をキャスト。
除去耐性と回避能力がある上にトークンで布告除去対策にもなる最高の黒単特攻です。お相手銀行破りで1ドロー。そのままアタックせずにターンエンド。除去はあるのかないのか。ここお相手止まってるので除去があるのは確定しました。多分負け犬を墓地に落とすか悩んでますね。除去は使わないことにしたようです。ここは2体でアタック。除去があるようなのでカウンターは残しておきます。お相手ブロックせずに9点通って残り17点。こちらはさらに聖域の番人をキャスト。打ち消しを引けました。これで負け筋になる絶望将来とシェオルが防げます。と思ったらタイミング悪くお相手ここで絶望将来。2点のダメージなのでギリセーフですね。そして殴ってきました。ここ番人の縦カウンターを守るために2体でブロックしてますが、切り崩し考えたら番人差し出した方が良かったです。そして否認を引きました。次のターンの動きは止められそうなので勝利が見えましたね。除去は打ち消せるのでカウンターはもうドローに変えちゃいましょうか。ドローも強い。お相手墓地の侵入者をキャスト。夜だったら地味に危なかったです。そのまま銀行破りに登場。邪悪を打ち砕くでもいいですが、1点でもライフが欲しいのでフォローオンにしましょう。マイナス2で2点ゲイン。エンドに銀行破りで1ドロー。こちらはフォローオンの足す1を使用して全員でアタック。カウンターはフォローオンから取ります。除去がありそうな止まり方ですが、なんかよくわからないけど不認で13点通ってこちらの勝利です。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。なかなかやばい初手ハンドですが先手なのでいけそうです。あ、そうだ、この試合相手の気持ちになって観戦してみてください。お相手エスパーカラーですね。本命発表は打ち消しで4ターンでパスは寒いですが除去も引き込んできていい感じです。お相手さらに婚礼の発表。私知ってます。そのカラー PW 触るのかなり難しいですよね。ということでテフェリータス0からお相手ラフィーンをキャスト。この程度じゃビクともしないのがテフェリーのいいとこですね。次のターン告別しようと思いましたが2マナ立てられてしまいました。ここは書き消し警戒すべきですね。最強1マナ除去でラフィーンを追放します。そしてここで先ドローに気づきました。面倒な婚礼発表も割って否認が前に行きましょう。お相手2体でアタック。そして青をキャスト。これ強いんですよね。白系以外には。そしてマナ倒しちゃったね。ということでアディオス。テフェリーの中精度未だに4残ってます。お相手追加の青をキャスト。これ強いんですよね。白系以外には。ということでちょうど平地5枚揃ってたので1マナ追放です。ベリアナは面倒なので打ち消しでさらに銀行破りをキャスト。こちらは農場労働者をキャスト。平地は6枚揃ったら大体完成です。またセンドロー警察に怒られる。お相手トップは婚礼の発表。でもそれ除去できるんですよ。さらにラフィーンをキャスト。ここでお相手投了。対戦ありがとうございました。視聴者の皆さん、マッチを楽しめましたか？私なら速攻でこれをしてますけどね。最後のお相手に強かった理由については後でちょっと語りますね。
というわけでアゾリウスミッドレンジでした。これは白タンミッドレンジに打ち消した下だけなんだからこれはミッドレンジです。コントロールではありません。お前コントロールやってる時だけ生き生きしてるなとか言われたらどうしようって思ったのでミッドレンジです。さて、脱線しましたが、競技シーンでグリクシスの台頭に対抗して白タンミッドレンジが流行り始めたのがしばらく前です。環境にマッチした置物破壊や優秀な追放除去で相手のキーカードを除去しつつ、現状メインから追放除去を持たない黒タンが非常に苦手とするこの2枚を主にフィニッシャーに据えたデッキです。この白タンミッドの完成度が高くて、スタンのラダーでも結構見かけるようになってきました。私も白黒や白黒緑で似たような砲塔をフィニッシャーに据えたミッドレンジを組んだのですが、白タンに1マナ追放され続けて悲しみを背負いました。そして思います。白タンの弱点って何だろう。白タンの弱点は追放除去や豊富な置物破壊、そしてプレインズウォーカー。そう、白タンの天敵は白なんですね。ついでに打ち消しも足した青白コンはまさに天敵です。ただし青白コンはあまり重めの構成にするとグリクシスに特別打ち消しされて終わりなんてこともままあります。ということで青白コンと白ミッドのいいとこ取りできないかなと考えたのがこのデッキです。白系のミッドレンジが苦手とするものが全部入ってるので最後のエスパーに圧倒できたわけですね。私のように白単強すぎふざけんなって思ったらぜひお試しくださいね。最近珍しく編集する時間が取れてないので今回の語りは短いですがこんなところで。ちなみに足は今年こんなにプレイしてたらしいですよ。暇人かな。年末年始は時間が取れるのでデッキが思いつけばペースアップしていきたいですね。以上です。いつもコメント、いいね、広告、高評価ありがとうございます。フォロー、チャンネル登録よろしくお願いします。次回もお楽しみに。バイバイ。